皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。黒胞子を育ててきてもう何年になるでしょう。そんな黒胞子に今年初めて花が咲きました。皆さんは黒胞子の花を見たことがありますか？この黒胞子の根元には黒梅穴が茂っています。そしてこっちの一本は枯れてしまっていました。ビニールハウス内でこの黒胞子の花芽を見つけた時には、実はこの奥にある黒胞子に花芽が上がっていると勘違いしていました。実際鉢を外に出してみようと思い手に取ると、なんとこの大きな鉢の一つ手前にこの花芽の上がった黒胞子の鉢が置いてありました。花芽の茎も太く、奥の黒胞子と比べてみても茎が太いのがよくわかります。そして2月に枝が折れているのを発見したこのハロウィンも植え付けから1ヶ月でしっかり根付いているようです。しぼんでいた葉も広がり生き生きしています。ハロウィンのその下にあるのはドドランタリスです。これも株分けした苗になりますが順調そうですね。その上は鉢上げしたコロラータになります。こう改めて見てみると、意外と増やした多肉も多くてびっくりします。葉ざしした多肉もしっかり芽が出ていました。この葉ざしっこちゃんも大きく育ってくれると嬉しいんですが、ここから夏越しできるようにしっかり成長してもらいたいです。札を見てみると、これはキャプテンヘイでした。ちなみにキャプテンヘイでもキャプテンハイでもどちらとも同じ多肉だそうです。そして少しまだらに紅葉しているこの多肉はアメージンググレースでした。今日はずっと伸ばし伸ばしになっていたこの斑入りの子持ちレンゲを植え替えていこうと思います。そしてもう一つ、こっちの鉢の普通の子持ちレンゲの大きな株を取って別の鉢に増やす作業をしていきます。もう一つ、この気になっていたラブリーローズの茎をカットして様子を見てみたいと思います。いつの間にか首がだらーんと下に向いています。これは心配です。まずはじめにこの斑入りの子持ちレンゲを植え替えしていきます。今回はあまり根を崩さずこのまま植え付けていこうと思います。思った以上にしっかりと根が張っていました。この根をピンセットでつまみぐぐっと土の中に引き入れていきます。この時土の中に潜ってしまった小さな子持ちレンゲはピンセットでつまみ土の上に引き出しておきました。そして残った株を今植え付けた株の両脇に植え付けておきます。そして最後に株がぐらつかないように株元に土を足しておきました。
土を入れ終わったらピンセットで軽く土表面を押さえておきます。札を刺して、これで子持ちレンゲの植え替えは完了になります。そして次はこの普通の子持ちレンゲの窮屈そうな箇所を抜いて、これを子持ちレンゲは株の周りに小株もつきますが、ランナーを出してたくさん増えるので、今のうちに大きな株を間引いておいて、蒸れ防止と小株が大きくなるスペースを確保しておきます。そうそう、この子持ちレンゲは冬にたくさん枯れ葉をつけて、その枯れ葉の中で寒さに耐えて冬越しをするんですが、無理にこの枯れ葉を取ってしまうと、周りについている小株を一緒に取ってしまう恐れがあるので、枯れ葉を取るときは気をつけてくださいね。こんな風に枯れ葉の中に小さな子持ちレンゲが隠れていました。特にこのように小さな子持ちレンゲは無理に枯れ葉を取らずに、枯れ葉のついたまま土の上に刺しておいてあげてください。無理に枯れ葉を取ったりすることで、小さな葉がバラバラに崩れてしまうことがあるんです。それでも枯れ葉を取りたいという方は、バラバラにならないように注意して枯れ葉を取ってあげてくださいね。普通の子持ちレンゲもこれで増やす作業は完了になります。今回使った土は少しというよりかなり水持ちのいい土を使用しています。そして今日の作業の最後はこのラブリーローズです。首を下に下げて元気がありません。ここは思い切ってカットしてみました。やはり茎が傷んでいたようです。変色した部分はカットして土の上に刺しておくんですが、いらない花芽は先にカットしておきました。ついでに葉ざしも何枚か取っておこうと思います。このラブリーローズは葉がとても取りやすい多肉です。そして葉ざし率もいいので、たくさん増やしたくなる多肉です。このラブリーローズは大きなロゼットをしていたので、ついついたくさん葉ざし用の葉を取ってしまいました。そして葉ざし用の葉を取ったことで、傷んでいる茎がよくわかります。カットしてきれいな茎部分にして、このまま新しい土に植え付けます。残った親株は水をしっかりあげて上手に育てるとまたこぶいてきます。ちなみに私はこの茎部分だけを育てるのがとても苦手です。忘れずに札を移動させて、今回は葉ざしをとりあえず同じポットに挿しておくことにしました。そしてこのラブリーローズも子持ちレンゲ同様に水持ちのいい土に植え付けてみました。この先どう成長してくれるのかが楽しみですね。そして
この茎部分は後で置き火を置いて水を切らさず管理しようと思います。はい、ということで今日の動画はこの小持レンゲを増やす作業と斑入りの小持レンゲを植え替えして少し気になっていたラブリーローズをカットして仕立て直しをしました。ついでにたくさん葉ざしもしたので今後の成長がとても楽しみです。黒胞子の花も咲き、その後の経過が気になるところです。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。